さて、コーヒーです。美味しい。コーヒーのお供は、この前、家族にもらった、カエー餅っていうやつらしいです。これも柏屋のお菓子ですけど、食べたことないですね。めちゃくちゃ美味しいって家族が言ってました。めちゃくちゃ美味しい。なんて表現すればいいんですかね。なんか、しっとりというか、なんて言うんでしょうね。なんて言えばいいんだろう。密度の高いまんじゅうというか、なんか、濡れせんべいみたいな感じですね。なんか、味もすごく美味しいです。なんて言えばいいんだろうな。表現が難しい。めちゃくちゃ美味しいですけど。なんか、本当に密度高いまんじゅうって感じですね。美味しいです。今、大野原森林公園に来ております。久々にこの一眼レフを持ち出してフォトウォークです。今ちょうど紅葉が綺麗なんですよね。なのでフォトウォーク楽しみます。いや、だいぶ暗くなりましたね。今、大野原公園の地下鉄の大野原駅の方から自転車で入ってって、
そこに自転車を止めたのであっちまで戻んないといけないんですけど、めちゃめちゃ暗くなっちゃいましたし、意外と距離あるんですよね、反対側まで。なので地下鉄で帰ろうと思います。さて、ピントが、公園を出まして、この上のこの橋に登ると多分地下鉄の駅が近いので、とりあえずここ登って駅に向かいたいと思います。完全に時間見てなかったですね。フォトウォークに夢中になってたら完全に暗くなっちゃいました。ここっぽいな。あれなんか違う登るとかあった記憶があるんですけど忘れましたね。とりあえずここから登るか。前ここの公園来てた時は、前まではこっち側の入り口から入ってたんですけれども、ここはうちからめっちゃ遠くて行きにくい場所だっていうことが分かったというか、逆側の大野原駅の地下鉄の大野原駅の方の入り口の方が来やすいことが分かったので、あっちから来てるんですけど、なんとか登りきりました。かなり段数多い上に踏むところがめちゃくちゃ狭いんで怖かったですが、太い道路に出ればいいかな。とりあえずここの太い道路に出て、こっちかな。方角としてはこっち、地下鉄の黒松駅だけかなっていうところがここの近くにあるみたいなんですが、ここの道路また橋みたいなところ、少し下がったところに駅があるので、駅までどういう道順で行けばいいのかわかんないですけど、調べながら行ってみます。なんかここら辺高低差がありすぎて、一見平面の地図を見た感じだとつながってるように見えても、実は橋と交差してて行けないみたいなパターンがあって、下の道に降りるための道路とか階段とかを見つけないといけないっていう感じで、かなり土地勘のない人は結構厳しいエリアなんですよね。自宅の周り、あそこら辺も町から一段丘を上がったところにあって、あそこら辺もなんか下の大通りに続いていそうな雰囲気なんだけど、途中で行き止まりみたいな道が結構あったりして、あそこら辺も土地勘つかむのかなり大変だったんですけど、ここら辺はもうよくわかんないですね。駅があそこですね。コープがあって、あそこの隣というか向かい側にあって、多分階段これですね。これ降りると下に降りれる、あれですね。多分コープの左側の建物。ちょっとここ降りてって、いや公園橋まで歩いていくのもそこまで距離的にはないんですけど、高低差がかなりあるのと、あと公園内、公園街灯がないんで真っ暗になっちゃうんですよね。完全なもう漆黒になってしまうので、というのと、あと舗装が普通の道路みたいに完璧に舗装されてるわけじゃなくて、なんか砂利みたいな感じなので結構歩くの疲れるんですよね。地下鉄の駅も今公園から結構10分ぐらいは歩いて、そんなに近くはないんですけど、多分公園の中歩くよりは全然楽なのでいいと思います。ここら辺のエリアもね、少し気になってたんですよね。なので来ることができてよかったです。なんかどんな風になってるのか気になってたんですよね。次引っ越すってなった時に大野原とか、あと地下鉄旭ヶ丘駅かなの周辺とか、あとここら辺とか結構気になってて、結構有力候補なんですよね。なのでかなり気になってはいました。黒松駅周辺、結構でかいコープがあります。なんか入り口がよくわかんないけど、道路に出たらありそうですね。多分この左側の建物が駅だと思うんですけど、こっから入れるかな。そうだ、地下鉄黒松駅、ここにデカめのコープがあって、でも結構あれですね、勾配がきつそうですね。
まあもうちょっと観察してみないと分かんないですけど、でも地下鉄の駅近いのはいいな。周辺案内図っていうのがありましたね。パッと見ですね、地図事前に調べてて分かってたことなんですけど、ただの住宅街のやつね。ほぼあれですね。やっぱ大野原とかの方が、大野原とかだとねかなり周りにお店あって良さげな感じするんですけど、大野原とかと比べるとやっぱりあっちの方が便利かもしれないなっていうのはありますね。あと5分で地下鉄なのであまりゆっくりは見れませんが、普通にコープがあります。食べ物は普通にここで揃いそうですね。2階にダイソーとかも入ってるみたいなので、いいんじゃないでしょうか。あの坂がいくら地下鉄の駅近いって言ったって、駅の目の前あの坂あるのはちょっと億劫かもしれないな。なるほど、車は欲しくなるかもしれないですね。では地下鉄に乗りましょう。エスカレーターが下りはないんですね。浅いな。地下鉄とは思えないぐらい浅い。今日日曜日なので関係あるのかわかんないですけど、いつもだとね、この夕方の時間だと仙台から来る電車だから、これ今あの電車ですけど、自分が乗ろうとしてる電車とは逆向きの電車が混んでるんですよ。朝は逆ですね。仙台に向かう電車が混んでるんですよ。なので多分空いてるんじゃないかなっていう感じしますね。でも今日日曜日だから、あっちの路線も今見たら普通に空いてましたけどね。地上駅ですね。地上にあるから地下鉄の駅っていう雰囲気はないです。この次の旭ヶ丘駅っていう大野原森林公園の中にある公園そこの駅も地上駅なんですよ。で大野原駅は地下かな、多分だと思います。2駅だから、その2駅分乗ります。大野原駅まで。お、かっこよ。すげえかっこいい。旭ヶ丘隧道。下り専用。マジかよ。大野原も浅いな。本当に10メートルぐらいしかないわ。本当に地下鉄かっていう深さですけど、多分ね、上りエスカレーターねあると思います。違うところに。多分入り口を間違ってる。入り口じゃない、私が出口を間違ってるだけ。なんかめちゃくちゃ立派。お腹すいた。どっから出るんだここが。プラス階段。舐めてました。意外と深かった。ここで終わりか。はい、出口こんな感じ。
よく見ないと、出るときはいいけど、入るときはよく見ないとわかんないくらいの出口ですね。まあ道路の向かい側とかにもあっちの方が立派な入り口がありますが、ここちょっと遡って、左じゃないな、右に曲がると公園の入り口があって、そこに自転車を止めましたので、自転車を回収してちょっと台の原方面に買い物に行って帰ろうと思います。こっち側はね、台の原駅から公園は近いです。3分ぐらいで着くと思います。さっきのところはね、公園から車津駅まではそこそこ距離あります。簡単そうに歩いてましたけど、まず公園から出るときにめちゃくちゃ登んないといけないので、あれですね、旭ヶ丘駅まで歩った方が良かったかもしれないですけど、一駅分だけ地下鉄乗るっていうのもなんかなっていう感じがあるんですけど、なかなか難しいラインですね。かなりね、この公園でかいので大変ですよ、端っこまで歩くと。あんなところにも出口が、出口いっぱいあって適当なところから出てきちゃったんですけど、ここの出口から出たらもっと近かったかも。もう地下鉄めちゃくちゃ便利でいいんですけど、うちから地下鉄の駅が遠いというかないんですよね。仙台まで行かないと地下鉄に乗れないし、バスも仙台駅までめちゃ時間かかるんですよ。40分とか。なのでなかなかその地下鉄はうちからだと使いにくいんですよね。よし、今公園から自転車を回収してきて、台の原駅と逆側に走ってますが、ここずーっと坂を降りると台の原の市街地に出て、いろいろお店があるエリアに着きます。だからね、台の原はそこそこ便利なんですけど、でもよく考えたらそこに行くのにこれかなり高低差があるので、なかなか坂はきついかもしれないです。やっぱでもここら辺高低差がすごいですね。なかなか大変かもしれないです結局階段で降りることになった。しかも距離あるし、結構さっきの階段を降りて左に曲がって100メートルぐらい進んだとこなんですけど、もうスタバとかドンキとかあって、結構ここら辺で買い物は完結しそうです。ドンキホーテです。少しだけ買い物していきます。久々に行くと面白いドンキホーテ。よし、買いましょう。ここいつもバスで通ってる道です。でもそこを左曲がると東照宮駅。あの時意外と近いんですよね。台の原地点が意外と行ってみると近いんですよ。さて夕飯はひき肉と玉ねぎを焼肉のタレで炒めたやつです。めちゃくちゃ美味しそう。こういうシンプルなやつが一番美味しいんですよね。これ初めて食べたんだけどめっちゃ美味しいですね。ポテトチップスの幸せバター味、めちゃくちゃ美味しい。甘いんですよね。止まんないです。